ハローマットです。ここはロンドンです。ロンドンブリッジです。で、今日はロンドンのスリのお話っていうのをしたいと思います。で、僕の印象では、ロンドンはそうですね、危ない街っていうとマルセイユ、バルセロナ、ローマ、これが3トップで、その後ろに控える中盤としてパリとロンドンかなと思います。で、ロンドンのスリの印象はやっぱり技術が高いってみんな言ってます。で、今日はそのロンドンで3カ所、僕の周りでスリにあった回数の多い場所っていうのをお話ししたいと思います。では行きましょう。1カ所目がこちらです。バラマーケット。日本のガイドで見るとバラマーケットだけど、字を見るとバラですよね。で、ここがね第3位です。で、あらかじめ断っておくと、僕は年に2回だけ来てます、ロンドンは。で、それぞれね6日間ぐらいいるだけなので、もう完全に観光客としての目線と、それからこちらに駐在している人たち、それから取引先の人たち、この情報をもとにお話ししたいと思います。ではちょっと中を覗いてみましょう。で、このマーケットは朝のね9時から始まるんですね。で、今ねちょうど9時ぐらいなんで、こんな感じでまだねあんまり人はいないんですけど、普段はねものすごく混んでます。ちょっとずっと行きますね。で、スリっていうと、例えばパリの地下鉄みたいにいきなり、携帯で何かを検索しているとひったくられたりとか、それから例えば観光名所で iPhone で写真を撮ってると、その iPhone をひったくられたりっていうことはあんまりね聞いたことないんですね、ロンドンでは。なんですけど、知らないうちになくなってたっていうのが多いです。だから携帯を取り出そうかなと思って、携帯をちょっとポケットとかに手を突っ込んで探すともうなかったとかね。だからね、みんなで技術が高いって言ってます。いい感じですよね、このバラマーケットは。もうね9時からねこんなにお客さん来てるんですね。で、僕のね親しい人がつい最近やられたパエリアさんがあるので、そこまで行きたいと思います。ここを越えるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと渡っちゃいます。この辺にあるはず。まだね9時で始まったばっかりなんで、そこまで混んでないんですけど、ちょっと前に来た動画もあるんで、それでね映したいと思います。ここ多分ね、このバラーマーケットで一番行列になるお店だと思います。このボンバパエリアで、ここがねすごい大行列になるんで、ここで気がついたらなかったそうです。なのでこのバラーマーケット、どこもすごく並ぶので、この並んだり、それからムール貝、ちょっと座って食べるとこもあるんでね、
そういうところで携帯を取り出したり、それからお財布を取り出したり、荷物を取り出したりするときは注意していきたいと思います。でこれがね、第1カ所目のバラーマーケットです。ここはカムデンタウンステーションです。でこのカムデンマーケットが第2位です。でこのね、カムデンマーケットにはセントパンクラスから近いということもあって、僕たちもねちょくちょく足を運びます。で歩いててスリにあったっていうことよりも、僕の周りでは飲食店で物がなくなったっていう人が2人います。なのでちょっとこの界隈見てみましょうか。行きましょう。ここがカムデンタウンステーションの改札を出たところです。今ね11時半なんですけど、やっぱり人多いですよね。こんな感じでちょっとロンドンらしからぬいい天気なんですけど、ちょっと歩きましょうかね。でこの界隈で物がなくなった人の話をすると、それはねカフェで携帯がねなくなりました。で僕の取引先というか、仕事のパートナーの娘さんがインドの人なんですけど、こちらに留学してて、でその友達とカフェに来ていて、でその友達がね気がついたらね携帯がなかったそうですね。でどこで取られたのかがわからない。とにかくただ机の上にあったというか、そのテーブルで携帯をいじってたのは覚えてるんですけど、気がついたらねないって言ってましたね。なのでやっぱりね、店内とはいえ油断は禁物だと思います。であとイギリスでよくサッカーなんかを見るパブありますよね。おじさんたちも集うような。でそういうところで取られたっていうよりも、もうちょっとね若い子が集まるような場所の方が被害に遭ってる確率が高いですね。なのでちょっと危なそうなパブよりも普通のカフェだったり若い子が集うようなバーの方がもしかしたらね危険かもしれないですね。今ねちょうどカムデンマーケットの一番混雑しているエリアまで来ました。やっぱすごい混んでますね。ここがねさっきのステーションから歩いて3分ぐらいですかね。カムデンマーケットの一番混んでるエリアです。やっぱりこれだけ人がいると飲食店で気をつけるだけじゃなくて、やっぱりスリも注意ですね。すごいです。今日ね土曜日っていうのもあるんですけど、こんな感じでねとにかく人混みなので、カバンは自分の体の前でチャックは全部閉めるっていうのを徹底して歩かないといけないですね。こんな感じです。ここが第1位のオックスフォードサーカスステーションです。でこの場所は、僕のような観光客も絶対行きますよね。でこの場所にはやっぱりそれを目当てに毎日ね狙ってる人たちがたくさんいると思います。でどのエリアというかどこまでが多いかなっていう印象だと、このオックスフォードサーカスステーションからボンドストリートの駅まで、要はセルフリッジーズの辺まで、それからこの駅から向こうですね、リバティロンドンのデパートのあたりまでで、この辺が多いと思います。なのでちょっとぐるっと歩きましょう。まずここがオックスフォードサーカスステーションの出口です。でここからちょっとぐるっと
こちらですね。ボンドストリートの駅の方に行きます。で、今年あった話なんですが、日本の方で、取引先の人と歩いていて、で一本ね、ちょっと小道を入ったところなんですけど、そこで気がついたんですけど、 iPhone がねなかったそうなんですね。でちょっと大きめのトートバッグを持っていて、でそこに入れてた iPhone がなくて、でも Apple Watch を持ってたんで、その Apple Watch を見て確認すると、自分のね iPhone がね動いてるそうなんですよ。自分の進む方向とは別に。でだいぶ離れてて、で追いかけようかなと思ったんですけど、諦めたそうですね。なのでどこで取られたかは分からないんですけど、やっぱりね気が付くとないって言ってました。で次にこの、エリアで、それはね女性の方なんですけど、男性の方にね話しかけられたそうなんですね。でその話しかけてきた男性に他の男性が今度話しかけて、2人がね口論になったそうなんですね。で2人がなんかね喧嘩みたいな感じでわーっと喋ってるのを聞いてて、でそれが収まって、で2人がどっかに行っちゃったそうなんです。でしばらくしてちょっとカバンに手を入れてみると、お財布がねなかったって言ってます。だからやっぱりね2人が口論になったり、それから話しかけたりして、注意を引きつけて、でその間にやっぱりどっちかが取ったのかちょっとわからないんですけど、っていうことみたいですね。だからやっぱりね話しかけられるっていうことは、それなりの意図があると思っていないといけませんね。なのでこのエリアがもうすぐね、そこセルフリッジーズなんですけど、僕が思うロンドンで、一番ねスリに会いやすい場所だと思います。で僕のチャンネルでは仕事で訪れた先での経験も皆さんにお話しできたらと思ってます。で今日はロンドンのスリのお話をしました。でもし面白いと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では失礼します。